はい。皆さん、こんにちは。今回、実践編の第2弾というところで、前回講義で発表した3色の解説を今回はしていきたいと思います。では、早速やっていきましょう。今回こんな手になってます。まず、今回、パッと見た時に思いつきそうだったのが、7、8、9の3色、もしくは、チャンタ、純ちゃん系の手になるんじゃないかなって思いました。かなり端っこに寄っている手配ではあるんですが、横に伸ばして、6、7、8か7、8、9の3色、もしくは、純ちゃんだったり、になればいいなと思いながら進めてまいります。ただ、6万を引いてきたので、基本的にはこれは6、7、8の方になればいいなという感じで進めていきます。で、第1弾言いそうなのはもう9万が頭になっていて、頭の形これ以上いらないんですが、7、8、9の種でチーピンは1枚残しておきましょう。で、早速ローピン引いたので、これで6、7、8の方に基本的にはなりそうかなって感じなので、6、7、8、9の想像のところの9層を払っていって、3層引けたらラッキーっていう形で進めていきましょうか。ただ、パーピンを引いて、6、7、8の第一歩、もうほぼほぼできた形になったので、これでも形の弱い1、2の想像の方を切っていきましょう。で、ここポイントなんですけれども、危険な方を先に切っていきます。リャンゾーの方がイーソーよりも当たるパターンが多いので、リャンゾーの方から先に切って、2、1という切り順で私は今回切っていこうと思います。次にペイ引いた時も、ペイの方が完全に安全なので、もうイーソー先に切っておいて、8万引ければラッキーっていう感じでやっていこうと思ったんですが、もう早速8万引いちゃいましたね。で、これ結構珍しいパターンで、これで一数万待ちのリーチをかけるわけなんですけれども、基本的に一数万が先に入ってたら、5万だったら安め。8万で上がったら3色になる高めっていう風に安め高めっていうような表記をすることが多いです。ただ今回は6、7、8がもうすでに手に揃ってしまっている状態なので、基本的に安めも高めもなく3色が確定のリーチっていう形になりましたね。で、今回両面の待ちになっているのでピンフもつく。で、パッと見たときに、右の人と前の人は結構危険牌を切ってるので一数万切ってくれそうだなって思ってたら前の人が今出てきてくれてロンですね。これでリーチピンフ3色同順というところで約8000点の上がりになりました。3色がやっぱりあまりなりにくいので、ただのリーチピンフでも3色がつくだけでかなり高い点数になりますね。そのまま同じ曲の何1曲を見ていきましょう。今回親でこんな手です。もう3、4、5で1メンツ揃っていて5万が赤ウーマンっていうところで点数上昇が期待できそうですね。シャアがドラという形なんですが、パッと見で7、8、9の3色になればいいなーっていうところで進めていきます。東は自分の風ではあるんですが、西がドラなので東から切りました。で、次にもうリャンゾー引いて、3ゾもできれば逃したくないし、もうシャアは切っちゃいましょうか。ということでシャアは切っちゃいます。順調に9層引きましたね。7、8、9のソーズの方は完成したので、チーマン引いたら9ピン切ってリーチ。っていう形にしていきたいです。ってことで数ピンはもういらないですね。で、これ数ピン先に切っておくことで、7万引いて、9ピン切って、チーピン待ちのリーチになった時に、数ピン切ってあるからチーピン筋だよっていう感じでアピールをしていきます。で、これは、チーマンかチーピン引いたら確実に3色になるような形にはなってるんですが、もしも、イーソーとか9ピンが3カードのアンコウになっちゃったら、こんな形ですね。渋々リーチですね。素直にパーピン切ってリーチをしたいと思います。本当はね、789、789、789で3色を完成して、リーチ3色赤っていう8000点で、私今親なので 1.5 倍して12000点になるような予定の手だったんですけど、3カードになっちゃったらしょうがなくリーチって感じですね。これはいわゆる3色が崩れたっていうような感じで麻雀では用語で言ったりします。次、解説していくような内容で、ちょっと今のうちに皆さんにおさらいしておきたいんですけど、この時周りの人めちゃくちゃ私に対しての現物を切ってるんですよね。特に右の人とかは手から3ピンとかが出てきてるような状態なんですが、これはいわゆる確実に降りている状況かなっていうところがわかります。なんでかっていうと、前の人とかも今手からローピン出ましたけど、ローピンって基本的には自分が使いたい牌になってるので、自分の手に組み込まれてることが多いんですけど、この引いた牌じゃなくて、その手の牌からポンって今出てると思うんですね。これは自分の手を崩してローピンを打ってるっ
っていうような状態になるので、こういう状況は基本的に手から必要な範囲を切って降りている状況になっている。もしくは相手がちょっと剣範囲を切っている状態だと、この人は結構今回は戦いに来てるなっていうのもリーチ中に見れるかなと思います。で、これラストのツモですね、この人切ったらって思ってたんですけど、右の人にポンされちゃったんですよね。これは確実に私が積もる回数を減らすっていうこの人の好プレイですね。以前言ったポンとかチーとか泣きは基本的には上がる時に使うんですけど、それ以外の時にも使うって言ってた理由はこういうところですね。相手のツモの順番をいじったりとか、そういった時に結構やられがちなムーブにはなっています。で、今回3色の解説だったので、それ以降はちゃっちゃと行くんですが、私が親の方に難を報酬して5800と、はい、大きいと。という感じで2着で今回は終局しております。お疲れ様でした。はい、後語りです。今回、3色だったりとか、一気通貫、E ペイコーっていうような、手を高くするための解説をさせていただいたんですが、やっぱりなかなかできにくい役っていうのもあるものの、やっぱできた時のメリットっていうのも皆さんにお伝えできたんじゃないかなと思います。次回は番外編として、今回私の講義で説明しなかった役をバーっと一気に説明しちゃうんですけど、ほとんどよく使う役についてはもう私のこれまでの第5回までの動画で解説をしているかなと思います。次回全部の役を一旦おさらいをして、次からは上級編っていう形になっていくと思います。で、上級編は実は私も学ぶことが多くてですね、ちょっと私も解説をしながら皆さんと一緒に学んでいくっていうような方式をとっていこうかなと思ってます。次からどんどん上級編としてやっていこうかなと思っておりますので、皆さんぜひついてきてください。では今回は以上でございます。では皆さんお疲れ様でした。